ですね、80年代、90年代、ニューヨークでね、演奏した人、あとはですね、その中で演奏もしてない人もいらっしゃるんですけど、あまり有名じゃない人、日本であまり知られていない方でも、もうニューヨークではもう本当に素晴らしい、ね、ミュージシャンだったっていう人もね、何人か紹介したいと思います。まず最初にですね、80年代の前半からずっともうセッションに行くとですね、必ずこう来てた人がいて、名トランペットプレーヤーなんですけどね、トミー・タレンタイン。この人をね、皆さんご存知のね、スタンレー・タレンタインのね、お兄さんなんですけどね。トミー・タレンタインは、昔のね、50年代のレコード何枚かこうサイドメンとして入ったりしてますけどね、リーダー作はあったのかどうかちょっと今調べないと分かんないんで定かじゃないんですけど、とにかくマイルス・デイビスがある、ね、雑誌かなんかインタビューでですね、マイルス・デイビスにね、要はフェイバリットトランペットプレーヤー誰だって言ったらね、マイルスがですね、トミー・タレンタインだって言ったんですね。そのぐらい素晴らしい。で、僕もね、その顔はちょっと似てるんですよね、雰囲気、鼻のとことかね。で、ひょっとしたらね、トミー・タレンタインだからタレンタインっていうか、兄弟かなと思ったら、もう本当に兄弟で、スタンリー・タレンタインの兄弟ね。片やね、スタンリー・タレンタインはもう大スター、ね、いろんな曲がシュガーとかね、ヒットして、ビッグヒット何曲か出してね、素晴らしいテキサステなんですけど、それのお兄さんということでね、スタンリーはうまいことね、有名になったっていうあれもあるし、レコード会社とうまく提供してですね、うまいことこうビジネスをやれてですね、メインでね、いろんないい仕事もやってこられたと思うんですけど、ね、タミー・タレンタインはそこまでこういけなかった。でも知る人ぞ知る、ニューヨーカーはみんな言ってる素晴らしいミュージシャンだっていうね、そんな評判でしたので、僕もセッションでね、何回か一緒にやらせてもらいましたけど、全然違うんですね、こうね、フレーズングがね、彼独特のその、なんていうんですか、素晴らしいね、メロディックなね、あと、やっぱりこうね、なんていうんですか、パラ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 そういうテクニックをやる人じゃない。もちろんこうやれると思うんですけど、やっぱ一音一音を大事にしてね、マイルスがね、好きだったっていうのはよくわかります。やっぱスペースがあってですね、マイルスの独特のスペースね、あるじゃないですか。ああいう感じをね、こう彷彿させるようなね、素晴らしいトランペットでした。で、しかも彼はね、ピアノも弾けてですね、でその当時僕は横山静子さんと一緒にセッションずっと行ってたんでね、80年代90年代、そうするとね、ちょっとピアノが置いてあるとね、こうちょんと座ってね弾くんですね。でそれをね、静子さんがずーっと見ててね、あそこどうするのこうするの、そうするとね、ある曲がですね、なんかとんでもないやっぱりこうジャズっぽくやっぱりもうなっちゃうんですね。でも静子さんも一生懸命ね、あそこのコードはどうなってんだどうなってんだっつってね、結構ね、トミーからいろんなことも学んでましたね。それほどね、本当に素晴らしい人でした。だからこうビジネスがうまくいってね、もっとスターに、ね、なれればよかったなと思って、そういうねミュージシャンがもうね、アメリカにたくさんいて、でニューヨークのパッと出てきてね、やっぱりちょっとうまいこと軌道に乗れなくて、また他に移っちゃった、ホームタウンに帰っちゃったっていう、そういうねグレートなミュージシャンたくさんいるわけですね。トミーはずっとね、最後のまで亡くなるまではニューヨークにいたと思いますけど、そんなわけでね、まず最初はトミー・タレンタインをご紹介しました。その次はですね、これ僕はね、結構いい仕事をもらってですね、毎週じゃないんですけど、その仕事は毎週土曜日のブランチ、もちろんニューヨークですよ、18丁目くらいのパークアベニュー、そこにシーフードのお店がありましてね、いいお店で、ストーンクラブっていうところで、それはリーダーがですね、マイク・ラティモンって言ってね、僕の大親友ですけどね、彼がトランペッターで、なんとね、そのサイドメンがですね、ハーマン・フォスターですよ。盲目の素晴らしいハーマン・フォスター、ルーダランソンのね、前にもお話したことあると思いますけど、ハーマン・フォスターがキーボード、そしてベースはね、いろんな人がやってましたけど、僕が入った時はティム・ギブンスがやってました。ティム・ギブンスはね、後でルーさんのバンドでもツアーで回ったことありますけど、素晴らしいです。それでなんとね、時々ね、井上聡さんがギターに入ってる、いい仕事で、僕もそこに時々呼ばれてね、毎週じゃなかったんですけど、多分レギュラードラマーはね、確かね、トゥーティービーンズかなんかっていう人ね、素晴らしいドラム、
その人がねレギュラーだったと思うんですけど、時々その人ができないんでこうお声かかってやったんですよ。でその時にですね2サクソフォニストと出会うことになりました。結構ねレギュラーで吹いてたのはねバーボー・ブルックス、弟さんがですねティナ・ブルックス、もうティナ・ブルックスはねブルーノートレーベルでも何枚もレコード出してますね。素晴らしいテナーで、このバーバーって言うんですけどね、バーバー・ブルックスも本当にね素晴らしいテナーで、どっちかというとやっぱテキサステナーって感じでね、リバちょっと匂うんですけど、どっちかというとモアテキサステナーの感じでね、こうどっちかというとこうファンキーな感じでバッといくような感じで、もう乗っかり出して熱くなっちゃったらもう素晴らしい、うわーって感じでね、もう僕の大好きなタイプのねテナーが、吹いてくれましたね。でも人も優しいしいい人でね、その人でやるときはもういつもねステージでもニコニコ、休憩時間もニコニコね、なんか心をね温まるようなね人間の人でしたね。もう一人シーア・ウィリアムスという人もね1日だけ僕やったんですよ。1日だけやったんですけど、シーア・ウィリアムス、これねチャールス・アイザック・ウィリアムスって言いましてね、チャールズの C でアイザックの I でシーア・ウィリアムス、アルトサクソフォニストなんですけど、背のねそんな大きくない、ちょっと痩せたし、なんかこう YouTube で調べたら日本行ったりもしたりとかねしてたらしいんですけど、僕はそんな人聞いたこともなかったし、全然ね名前も聞いたことない。やったらですね素晴らしい、もうファンキーで、もう音色が全然アルトの音色が違う。大体アルトプレイヤーっていうのはねどっちかというとこうキン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 ってしたね音がするんですよ。素晴らしいアルトプレイヤーっていうのは丸いね、なんとも言えないねスイートな音がするんですね。もちろんもうその代表作がチャーリー・パーカーですけどね、チャーリー・パーカー、あとはジョニー・ホッジスとかね、ベニー・カーターとかね、もちろんルー・ドナルソンね、ルーさん忘れちゃいけませんけども、ルー・ドナルソンスイート・パパルーっていう感じでね、そこからねスイート・パパルーっていうねスイートがついたと思うんですけど、スイートなサウンドね、あとはもうソニー・ステッドとかね、キャノンボール、僕のね好きな、アルトプレイヤーずーっとね並べましたけど、まだまだねたくさんいますけど、今日はそのシーアイ・ウィリアムスで、そのシーアイ・ウィリアムスとやった時に、もちろんブルースやったりスタンダードやるんですけど、曲だけですね僕はもう本当にねその時はもう涙が出てきましたね。I close my eyes っていうね、みんな大体日本の人だったらダララーねこのぐらいやると思うんですけどね。でこれが入ってて結構有名なレコードっていうのはね、ブルー・ミッチェルかな、ブルー・ミッチェルのレコードにね、アイ・クローズ・マイタラララウィントン・ケインのテレラカテレラタってね素晴らしいイントロダクションが入って、でタララってやってるんですけど、それをですねなんとシーアイ・ウィリアムスはバードで吹いたんですね。ストレートメロディータラララこんな感じで、もうねどう来るのかなと思ったらずっとそのままもうバラードでずっと延々、もう僕もねもう涙がもう本当にポロポロ出るようなね、あんなにねこう心にねずさっときたねバラードを聴いたの僕も本当にもう本当少ないですね。でもうメロディーしか吹かないんですね。あとはもうピアノプレイに半分ぐらいねハーマンかな、またハーマンがぐるーっとこうね素晴らしいねピアノ弾いてくれまして、でもう半分だけねやらせて、あとはまた半分、もうソロなんか取らない、ちょっとだけフェイク、最後の方にフェイクするぐらいでもうねストレートメロディーのね綺麗なもう音ね、タイムイントネーション、もうねしびれましたね。もう強力なアルトでした、シーアイ・ウィリアムス、本当にね。僕がやった時はね、90年代でしたから、本当に素晴らしかったですね。そこはねストーンクラブでいいその出会いがありまして、バーボー・ブルックスとシーアイ・ウィリアムスで、それからですね静子さんの話になるんですけど、中の表紙でですねあるすごいテナーの人と出会うことができましたね。なんかのコンサートを聴きに行ったんですね。そしたら彼がスペシャルゲストかなんかで出てて、大きなホールだったと思うんですけどね、なんとそのテナーサックスの方がね、皆さんあんまりご存知じゃないと、ハロルド・ディックってね、ニューヨーカー、もうアメリカの人はみんな知ってますよ。
確かね、一時カウントベーションのバンドかなんかいたのかな、すごく大きい人でね、もう大きいテナー、もう素晴らしいテナーサックスでね、もうね、テナーでももう結構ね、アメリカはテナーサックスで大きい人多いんですけどね、ハロルド・ビックも大きくて、まあサウンドが本当にビッグサウンドでね、もうソウル風でね、どっちかというとやっぱりこうテキサステナーとビバップの間くらいですね、ファンキーそのものでした。でなぜかね、ハロルド・ビックはね、横山静子さんがエリントンバンドに行った時になんかこうハロルド・ビックも他のバンドで行ってて、ね、聞いたらしいんですね、ハロルド・ビックが。でなんかその時に、ね、名刺の交換をしてですね、今度一緒にやろうっていう話でね、静子さんがドラマ、ハズバンドね、福っていうドラマがジャパニーズドラマ、そしたら今度一緒にやろうっていう話になってたらしいんですけど、残念ながらね、その話あったんですけどね、ハロルド・ビックが亡くなられてね、実現しませんでしたけどね、本当に素晴らしいね、テナーでね。ハロルド・ビックはちょっと僕探しきれなかったです。いろんな人とやってると思うんですけどね、ビデオがね、一つだけ僕が知ってるのは、シャーリー・スカットってね、素晴らしいオルガンプレイヤー。その人とやってるね、トリオでやってる演奏があるんですよ。なんとドラムはアート・テイラー、ミスター80がドラマでね、シャーリー・スカット、ミスター80とハロルド・ビックがね、ちょっとこうラテンっぽい曲でね、なんとも言えない曲だけど、もう素晴らしいね、テナーが吹いてくれてますけどね、それをちょっとね、皆さん探していただいてですね、ちょっと見ていただければどんな人かなっていうのは分かりますけど、はい、次はですね、この人もね、もう隠された存在、素晴らしいね、もう知る人ぞ知る、名前は C シャープね、C シャープと言いまして、素晴らしいアルトプレイヤーですけどね、僕もね、セッションで何回もやらせてもらいました。クレアレンス・シャープですか、 C シャープ、この人はね、面白い話があるんですけどね、まずよくね、夜になると顔を出すところはですね、これはもう皆さんご存知のね、バリー・ハリスさんのプレイスでね、ジャズカルチャーシアターっていうのがありまして、28丁目のね、エイサービー、そこにね、80年代ですかね、90年代の半ばぐらいまであったんですかね、もうとにかくクレイグ・ヘインさんとかね、ドラムのジミー・ラブレスとかね、そして僕の大親友のね、田中の秀ちゃん、田中秀子さんとかね、あの辺がもうすごいレギュラーで出たりしてて、で週末はね、いろんなバンドが出たりしてたんですけど、月曜日はバリーさんのクラスがあったのかな、火曜日がなんか誰かのジャムセッションで、水曜日も誰かそんな感じでね、セッションやる、あそこにもうね、みんな集まる。もうその当時は別に入るのにそんなお金もかからなかったんじゃないかなと思いますけど、そんなわけでね、そこへ行くとね、必ずジャムセッションに C シャープが現れて、もうね、ビバップをガンガン吹くわけですね、チャーリー・パーカー直系のね、素晴らしいですよ。ある日ルード・ランソンにね、ルーさんに聞いたら C シャープ、Oh, he's great, oh man, he can play, なんてね、言ってましたけど、でね、C シャープがまたどっかでね、彼のバンドでやるっていうのでね、一回、やっぱりジャムセッションだったのかな、ジャムセッションでメインサクソフォニストでね、C シャープがやるっていうのでね、僕とね、静子さんがね、横山静子さんの2人でまた行ったんですけどね。でね、何時間もう始まってね、もうとっくに始まってる時間なんですよ。もうあんまりやるかなって言ったらね、リズムセッションもいるんですけどね、まだやってない。で、C シャープが相変わらず来てないんですよ。確かね、9時ぐらいのスタートだったと思うんですけどね。でね、もうしょうがなく9時半ぐらいからリズムセクションがずっと やるんですね。もうみんなもう待ちくたびでずっとやるんですけど、なかなか来ない。で、やっとですね、ファーストセットがもうピアノトリオももう終わってね、でそしたらあーなんてね来ましてですね、みんなもう What happened? シーシャブ You okay? How you doing? You okay? なんて言ったら Oh man なんつったと思いますか？ I got lost って言うんですね。で道に迷ったってで道に迷ったって言うんですけど、その場所がですね、ユニバーシティプレイスと言いましてね、セブンストリートの7ストリートのね、アベニュー A かなんかのとこだったんですよ。でね、I got lost って彼は言ったんですけど、彼はね、ワンブロック先のところに住んでるんですね。I got lost だってみんなうわー、もうそのジョークだけでね、なんかもうユニバーシティプレイスがね、もう和やかになりまして、みんなどうしたんだ半分ね怒ってる人もいたんですけど、なんで遅いじゃないの、
ところもうそうやってね、ああ道に迷ったよなんて来たら、もうみんな家にワンブロック先に住んでんでしょなんて、もう大笑い。それでもうねちょこっと休憩して、それで C シャープが入ってやったら、もううわーです。素晴らしかった。もうアップテンポなんか何でもござる。もうね素晴らしいね、チャーリー・パーカー直球のね、本当にね、なんつうんですかね、こうキレがいいね、アルトでね、まあロマンチックなんですよ、ロマンチックだけど、またルーさんとタイプが違ってキレがいいね、わーってした、素晴らしいアルトでした。はい。まあ彼もね、そんなに長くは生きておられなかったと思いますけど、本当にね、ニューヨークのね、ジャズシーンでね、皆さんにね、夢を与えた、素晴らしいミュージシャンの一人だったと思います。はい。彼もね、本当に隠された存在、素晴らしいミュージシャンでした。C シャープを紹介しました。はい。そんなわけでね、今日はまあいろんな人のね、隠された存在、こんなにね素晴らしい人なんですけど、日本ではあまり知られてないけどね、素晴らしいミュージシャンがいましたっていうお話をちょっとしてみました。はい。今日はそんなわけでね、また次回を楽しんでいただきたいと思います。谷中福祉ジャズドラマー from ニューヨーク、またお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いしますね。それとグッドボタンもね一つ押してくださいね。よろしくお願いします。それじゃあ皆さん See you later, see you soon, keep on swinging, bye bye, bye bye.